それでは今日はビーツの昆布佃煮風を作っていきたいと思います。レモラッチャと言いますけども、パラグアイでは砂糖大根ですね。ビーツ、これをまず皮を剥いていきます。皮を剥きましたビーツ、720g 皮むく前あったんですけれども、皮を剥いたら 636g になりましたね。まあだいたい 630g ということで細く切っていきます。昆布の佃煮風ということなので、昆布のように細く切っていきます。といっても日本の昆布あんまり知らない人がいますね。海藻を細く切って佃煮にしたり塩昆布にしたりしてご飯のお供として食べるんですけども、パラグアイに来たら昆布はなかなか手に入りませんので、ビーツでできるかなということで、美味しい昆布の佃煮風のものができました。本当に食感も味も似たような感じになります。こんな感じでどんどん細く切っていってください。これ全部やります。南米でもビーツはよく食べられるんですけども、生でサラダにしたり茹でたりして食べているようですけども、こうやって佃煮風にするのは多分誰もやってないと思います。実はこれを発明したのは私の妻です。多分他に作る人はいないでしょう。今日初公開です。これを食べた後は翌日トイレ行ったら大変なことになります。食べたこと忘れたら驚きますね。あ、病院行かなくちゃってなっちゃいます。はい、これを油で炒めていきます。しんなりするまで炒めます。油を敷いて火をつけます。では炒めていきます。火はこれくらいですかね。それでしんなりするまで30分以上はかかりますかね。このままずっと炒めていきます。はい、今でだいたい30分ぐらい経ちました。だいぶしんなりはしてきましたけども、もう少し炒めます。さらにこれをしんなりさせるために少しの塩入れていきます。塩が入ることでしんなりするのが早まります。はい、5分ぐらいあれから経ちましたけども、ここで調味料を加えていきます。お酒がいいんですけども、白ワインで大丈夫です。
で醤油入れます。お砂糖入れます。日本の皆さんわかると思いますけど、まるで昆布のようでしょ。色も感じも。調味料が入ったら焦げやすくなりますので、よく混ぜながら炒めます。うちの猫がおねだりしてるので、ちょっと餌をやってきます。海外へ行って昆布が手に入らなかったり、甲状腺の病気なので海藻を食べられないような方は、このビーツの昆布の佃煮風っていうのは非常に朗報だと思いますね。ぜひ作って食べてみてください。ここまで醤油と白ワインが減ってきましたら火を弱めます。弱火にしてごまを入れていきます。白ごまをいったものですね。パラグアイのごまです。はい、混ざりましたらこれで完成です。火を止めて昆布の佃煮にしか見えないですね。日本人にはこれもうビーツだったとは思えないです。こういった疑似食品も今後もいろいろご紹介していきたいと思います。日本を出ても食べれないと思ってたものが同じようなものが食べられるということで、これは海外に住む日本人にとっても貴重な情報だと思いますね。ビーツの昆布の佃煮風完成です。まだ湯気が立っていますね。美味しそうです。ご飯に乗っけて食べましょう。今回我が家の秘密のレシピを惜しげもなく披露させていただきましたのは、私は別に食堂を開いて商売しようと思っていないからです。多くの人に美味しい料理を作っていただいて幸せな気分になってもらえればそれで良いのです。よく私が耳にするのが、食べたいものがあっても料理の材料が手に入らないということです。でもそれは工夫次第です。もちろんその元の味を知らなければ難しいですが、知っていれば似たようなものを探してきて代用することができます。例えばナンプラーは醤油にレモンを足せば似たような味になります。マヨネーズの味が合わなければ足りない味、例えば甘みだったら砂糖を足せば良いだけの話です。ないからといって諦めるのではなく、そういう工夫も料理の楽しみの一つだとお考えください。私たちがパラグアイへ来た頃、ラーメンを食べたいからと私も自分で麺を打ってスープも研究して作りました。日本で食べるほどのレベルにはならなくてもそれに近いものはでき、今アスンションで人気和食店の店長さんもその時食べてこれなら十分じゃないかと言ってくれました。今その店ではラーメンもメニューに取り入れ人気となっています。私の南米の材料を使った手作りラーメンもそのうちご紹介したいと思いますが、牛丼やお好み焼きなど皆様からの要望も多く、先はまだ長く続けるつもりですから少しずつゆっくりご紹介させてください。では、ノスベモス、チャウチャウ。